何かを持ち上げ下り顔のこの男性、彼が手に持つものは何だと思いますか？ 2013 年2月、アメリカ・ニューヨーク・ブロンクス警察署に若い黒人男性が訪ねてきました。突然母親がいなくなってしまったんです。探してもらえませんか？そう言って母親の行方不明届を提出した男性はバフシド・マクリーン、当時23歳。その数日後、警察は詳しく事情を聞くためにバフシドの自宅を訪れます。ところが彼の自宅に入ると異様な匂いが充満していたんです。警察は異変を感じながらも母親の写真を見せてほしいと頼みます。実は警察はバフシド本人が母親の失踪に関与していると疑っていました。そしてバフシドに頼んで携帯を預かり保存データを調べることにすると、とんでもない写真が見つかったんです。携帯に入っていたのはバフシドと母親のツーショット写真。しかしこの写真の母親は生首の状態だったんです。バフシドの携帯から見つかった生首になった母親の写真。親子の間に一体何があったのか。事件のトリガーになったのは母親のある一言でした。おそすけんちゃんです。みやみこです。皆さん、最近僕鍋作るのにハマってて、ごま豆乳鍋とかね、もつ鍋とか、キムチ鍋とかね、水炊きとかね、ななんかマジ楽っすね。楽だから作ってんの。自分しか食べないから、ネギとかも適当に切って、ほうれん草とかも適当に切ってもぶっこんでさ、全部勝手に柔らかくなって、最後胃に入るからもう切り方なんでもいいなと思って、健康で水分も取れる、お腹に溜まる、めちゃくちゃいいなと。美容にもいいんじゃん。そうそう、美容的観点でもいいんで、しばらく鍋生活をね、やっていこうと思って、前ちょっと話したパンケーキはちょっと卒業しようかなと思って。何そんな、パンケーキ生活はしてないでしょ。でも私さ、思うんだけど、毎冬そういうこと思うんだけど、鍋っていいわね、みたいな。冬の時期になって始めてさ、大体3日で飽きるわよ。いや、鍋の味変えてないんだよ。多分毎日キムチ鍋だけにしてんじゃないですか。そんな、新大久保に住んでないですから。新大久保ね。あそこも韓国料理いっぱいありますから、昔言ってたな、でもな。何、新大久保？丸い円盤のおやつみたいな。丸い円盤のチヂミじゃおやつじゃねえよ。何？おやつじゃねえよ。そんな料理ないわよ。ある。なんとか。いや、一個も情報ないじゃない。そんなお菓子ないわよ。わかる方ぜひ。本当に？本日ご紹介するのは母親の生首とツーショット写真を撮る男について。生首と写真撮るとか、どんな神経してるわけ？しかも自分の母っすからね、俺。ネット上で公開されたその写真がね、あまりにも衝撃だったため、アメリカ中のね、注目を集める事件になったんです。果たしてこの写真の男が母親を殺したのか。まずは事件が発覚した当日の様子から見ていきたいと思います。放置された黒いバッグ。2013年2月26日、アメリカ・ニューヨーク、マンハッタンの北東に位置するブロンクス区に朝4時半頃、犬の散歩をしている男性がいました。2月のニューヨークはとても寒く、早朝ということもあって、人の姿はほとんどありません。いつも通りの静かな道を、いつも通りの時間に散歩する、そんな穏やかな一日が始まるはずでした。ところが、少し歩いたところで突然、犬の様子がおかしくなりました。犬は鼻をクンクンと動かし、リードを引っ張り始めたんです。何か美味しいものの匂いでも嗅ぎつけたんでしょうか。犬がリードを引っ張る方向についていくと、そこにあったのはゴミ捨て場。どうやら山積みにされたゴミ袋の一つが気になるようなんです。この中に何かあるのか。男性がそのゴミ袋を確認すると、中には黒いバッグが入っていました。んだこれ、すごい匂いだな。異様な匂いに顔をこわばらせながらバッグを開けると、なんと中から人間の足が出てきたんです。男性から通報を受けた警察は死体を検知する警察犬を連れて周辺の捜査を始めます。すると3カ所のゴミ捨て場から怪しいバッグが発見されたんです。1つ目には手足が、もう1つのバッグの中には胴体が入っていました。いずれも初めに見つかった人間の足と同一人物のものだとみられます。そして3カ所目のゴミ捨て場からは女性の頭部が、それらは全て半径 1km 以内で見つかりました。いや、バラバラしたいってことね。てかもういつもの散歩コースからどんどんさ遺体が見つかるってめちゃくちゃ怖くない？ほんとそうなんですよね、俺。そうしてね、頭部も見つかったことで遺体の身元はすぐに特定されたんです。被害者はブロンクス区在住の45歳の女性ターニャ・バーロラと判明。さらに警察が調査を続けていくと、こんな証言を得ます。確か月曜の夜だったかな、誰かがゴミ捨て場に大きなバッグを置いていたんだ。目撃情報を頼りに近辺の調査を続けるうちに、警察は一人の男性を容疑者と見るようになります。その男性の名前はバフシド・マクリーン。彼はなんと被害者ターニャ・バードの実の息子なんです。息子
子が容疑者だなんて、母親バラバラにしてゴミ同然の扱いしたってことになるわよ。で、この息子のバフシドが容疑者に見られるきっかけをね、見ていきたいと思います。実はこのバフシドは母ターニャのね、遺体が発見される前に警察の元を訪れていたんです。残酷なツーショット写真。母ターニャの遺体が発見される数日前、バフシドは母親が行方不明だと警察に通報していました。そのため警察は事情聴取も含めて母親の安否を知らせに行ったんです。母さんが、そうですか。バフシドは何とも言えない表情で警察の事情聴取に協力します。そこで彼はこう話しました。母さんは早朝に彼氏と一緒に出かけてそれきりでした。行方不明でさ、探してたところにまさか母親亡くなってるだなんて思いもしないわよね。その通りなんですけど、ただ警察がね、その自宅を捜索しようとすると、この雲行きが怪しくなっていたんです。警察がバフシドのアパートに入ると、部屋中に漂白剤の匂いが充満していました。もしかするとバフシドは事件に関係があるんじゃないか。あまりにも不自然な匂いに警察はバフシドの前科を思い出していました。実はバフシドはこの3年ほど前に警察官を暴行した罪で逮捕されていました。他にもいくつかの前科があったことから警察は疑っていたんです。そこで警察はゴミ捨て場で見つかった被害者がバフシドの母ターニャで会っているかを改めて確かめるためにこのように頼みました。お母さんの写真を見せてくれませんか。バフシドは携帯に保存していたターニャの写真を見せます。その写真は紛れもなくあの遺体の顔と一致していたんです。警察はバフシドから携帯を預かり、他の写真も確認します。するとある1枚の写真を見つけて衝撃を受けました。なんだこの写真は。実際の写真がこちら。バフシド本人が自撮りした写真です。得意げな顔でカメラに目線を向けるバフシドは何かを持ち上げています。写真にぼかしがかかっている部分、ここに写っているものはなんと母ターニャの生首だったんです。ターニャの生首が写った写真は複数枚にわたり、中にはトロフィーのように抱きしめて撮影されているものもあったんです。ちょっと信じらんない。自分で殺しといて行方不明届出してたってこと？そうなんです。思わぬところからね、証拠をつかんだ警察はこの後バフシドを逮捕するんです。警察が捜査を進めていくと、バフシドの住むアパートの監視カメラに2人の男がエレベーターからバッグを運んでいるところが映っていました。1人はバフシド、もう1人の男は共犯者だと推測されました。調査の結果、その男はバフシドの友人ウィリアム・ハリスだと判明。こうして共犯者ウィリアムも逮捕されました。警察に勾留されたバフシドは最初のうちこそ罪を否定していましたが、尋問の時間が長くなるにつれ疲れてきた様子を見せるんです。そして数時間にも及ぶ尋問の後、自分がやりましたとついに自白したんです。その後バフシドが精神鑑定を受けるとあることが発覚。実はバフシドは統合失調症と双極性障害を患っていたことが判明。さらに学習障害も持っているようでした。統合失調症とかさ、双極性障害ってのはあるけど、学習障害ってのは私初めて聞いた気がするわよ。ストレスで起きることなの？この学習障害っていうのは心が起因して起こるものじゃないんですよ。というわけで本日のメトラキーワード、学習障害について。学習障害とは、聞く、話す、読む、書く、計算するといった学習に必要な基礎的な能力のうちのどれかがうまくできないことを言います。環境や知的障害が原因ではなく、生まれつきの脳機能異常と考えられているんです。根本的に治す治療は確立しておらず、学習の遅れを感じることでストレスを抱える子供が多くいるんです。バフシドのおばによると、バフシドは幼い頃から学習障害に苦しんでいたといいます。特に文字や文章の意味を理解することが困難だったようで、尋問を受ける際に読み書きがうまくできないことが罪の自白にもつながったのかもしれません。なるほどね。にしてもさ、統合失調症と双極性障害も抱えてたってことは、なんか心に傷を負うような出来事があったってことなのかしら。そうなんです。彼がね、殺害に及ぶまでに母親とかなりの確執があったんです。というわけでここからは2人の親子関係について掘り下げていきたいと思います。破綻した親子関係。1994年9月24日、バフシド・マクリーンはニューヨークで生まれました。彼の幼少期はかなり不幸な境遇。バフシドには姉のポルシェと弟ナシュルがいたんですが、いずれも父親は別の男性。また姉のポルシェが生まれた少し後、母ターニャは薬物依存症に苦しむようになります。そんな中でバフシドは生まれたんです。さらに父親もほとんど家に帰ってくることはなく、薬物依存症の母親が子供2人を育てるのはとても難しいものでした。そうしてバフシドは姉ポルシェと共に里親に預けられることに。姉のポルシェは母親と離れていても健全な関係を保っていました。しかしバフシドは違いました。母さんは俺のことを捨てたんだ。彼は母親に捨てられたと感じ、憎しみを覚えていたんです。やがて成長したバフシドは母親を憎むあまりか非行に走るようになります。喧嘩や窃盗は当たり前、時には放火までする始末。そんな手がつけられない悪童になったバフシドは里親からも見放されてしまうんです。その後別の里親の家に預けられてもバフシドの素行は一切変わりませんでした。そのため
ため彼は家を転々とし、何度も転校することに。自暴自棄になってしまったことに気づけず、バフシドの周りの大人は避けるようになっちゃってたのね。理解してくれる人が隣にいないってのはかなり辛いわよ。ほんとそうなんですけど、そういったね、バフシドの生活っていうのは、一旦ね、終わりを迎えることになるんです。バフシロが18歳になった頃、薬物中毒から回復した母ターニャに引き取られます。すっかり待たせちゃったわね。ターニャは息子と離れていた18年間を取り戻そうと奮闘しました。ところが、そううまくはいきません。というのも、ターニャが付き合う相手は DV 癖のある男性ばかり。そのためバフシロがターニャと相手の男の喧嘩の仲裁をするしかありませんでした。そんな生活の中でターニャは彼氏の一人との間に男児を授かったんです。生まれた男の子はナシルと名付けられました。このことがバフシロと母ターニャの間に再び亀裂を生むことになるとは誰も予想だにしなかったでしょう。ターニャは次男ナシルが生まれると世話に夢中になりました。しかしその様子を見たバフシロの心には悲しみが募るばかりだったんです。自分はナシルと違って望まれていないのか。ターニャは息子のバフシロとの時間を取り戻したいと思う反面、悪行ばかり働いてきた自分の息子のことを恐れていました。ある時ターニャが仕事から帰ってくると、幼いナシルの体にあざができていました。そう、バフシロは母の目を盗んで弟ナシルを虐待していたんです。またターニャと暮らすようになってからもバフシロは安定した仕事に就くことはありませんでした。それらのことから母ターニャは、このままだとバフシロは家を離れなくなる、自分も被害に遭うのではないかと考えていたようなんです。いや周りの大人からもさ、避けられてたのに、母親からも避けられちゃったらさ、もう誰も信用できないわよ、これは。ほんとそうなんですよ、俺。家庭環境を聞くとね、同情してしまいますよね、俺。そしてこの後ね、バフシドのストレスはとうとう限界を迎えてしまうんです。母親からの愛を感じられないバフシロは弟のナシルや他のことにストレスの矛先を向けていた。どうして俺だけ愛されないんだ。怒りや悲しみを抱えているにもかかわらず、何かに当たることでしか解消できない日々を送るバフシロ。そんなある日、母ターニャはバフシロにこんな言葉を投げかけた。バフシロ、大人になって男らしくなりなさい。ターニャは何度も犯罪に手を染め、幼い弟を虐待するバフシロに恐れを抱いていた。その一方で、母親として息子にちゃんとした人間になって幸せになってもらいたいという思いもあった。しかしそんな母の思いは伝わらず、バフシロは逆上してしまう。突き放されていると感じ、今まで抱えていた負の感情が溢れた。そして母ターニャの首をめがけ、ナイフを突き立てた。衝動で母親を殺してしまったバフシロは友人のウィリアムに連絡を取った。母さんを殺してしまったんだ。このままじゃ捕まる。手伝ってくれ。バフシロは駆けつけたウィリアムと工具店に行き、ナイフやノコギリなどの道具を購入。そして自宅へ戻って作業を始めた。冷たくなったターニャの遺体をバラバラにしていくバフシロとウィリアム。生首だけになった母親を見て、バフシロはようやく肩の荷が下りた気がした。ここで母親の生首とツーショット写真を撮影。その後バラバラに解体した母親の遺体を4つのバッグに詰めると、アパートから運び出してゴミ捨て場に向かった。まあ、愛されてる実感もないのにさ、母親からこんなこと言われてたら、それは肯定的には取れないわよね。もっと他にできることあったんじゃないのかしら。ほんとそうなんですけど、ただ母親を殺してしまったのは事実なんです。そしてこの後バフシロは法廷で判決を受けることに。一度尋問で罪を認めたものの、バフシロは法廷で次のように語りました。ウィリアムが母親を殺しました。なんと彼は友人ウィリアムに罪をなすりつけようとしたんです。さらにバフシロは言葉を続けました。ウィリアムは遺体の解体と処分を手伝わなければお前と弟の命はないぞと脅かしたんです。私は何も悪いことをしていません。一方で共犯を疑われていたウィリアムはこのように語っています。バフシロが母親を殺害したことを話してきて助けを求められたんです。お互いに罪をなすりつけようとしていたものの、検視官はターニャが首の刺し傷で死亡したと断定。またターニャとバフシロが暮らしていたアパートでは凶器の刃物も見つかっています。直接手を下したのはバフシロだということは明らかでした。そうしてバフシロには第2級殺人で有罪判決が下り、懲役25年が宣告されたんです。一度里親へ預けたものの、再び息子を受け入れて愛情を注ごうと考えた母親。その愛情がうまく伝わらず、憎しみを募らせた挙句、母親を殺害してしまった息子。お互い言いたいことを溜め込まずに直接話せていたら、また違う結末もあったのかもしれません。あなたは家族に気持ちが伝わらず、すれ違ってしまった経験はありますか？